皆さんこんにちは、時丸です。今日はあえて買わないことが心身的な余裕を生むっていう話です。で、物の購買にはやっぱり2つぐらいそこに至るまでの過程があると思っていて、それは何か欲しいって思うことがまずある。そしてそこに対して欲しいって思った時に自分がそれを買えるかどうか。金銭的な感覚みたいなところが関係してくる。そしてそれが合致した時に何か欲しいものが出てきてそれを買えるぞっていう金銭的な余裕、数値的なものが合致した時にそれを購入するっていうことに至ります。何か買いたいと思った時に買わないという方向に行くのは簡単です。で、その簡単な方法というのはお金がないっていうことです。だからお金がないっていうとみんな嘆いたり、もっと欲しいと思ったりするかもしれないんですけど、実はすごく幸せな一面もあると思うんですね。で、それはもう一つは、お金がないと買えないから。だから買わないと物が増えない。で、物が増えないっていう状態、で、物がない状態の素晴らしさを知っていれば、そこで自分の幸せなね、幸福な生活が築けるっていうことがもう分かっている人にとっては、お金がないっていうことは全く問題ではないってことです。お金がないと買えないからです。ものすごくシンプルですよね。だからこういうものに関しては全く問題ないというか、むしろそのない方を、いいように使っていくっていう方向性が生まれるんですけど、問題はお金を持っている。自分は全然買えると。買えるだけのお金を持ってるんだけど、あえて買わないっていう態度を取るっていうこと。これが難しいってことです。こっちに行くのはなかなか難しいです。で、今日の話のポイントはそこであえて買わないってことなんですよ。そういうマインドをどういうふうに作っていくかってことなんですよね。で、自分の例で言えば、家はですね、多分一括では買えないです。ただローンを組めば買えます。で、車であれば、ある程度普通の車というか超高級車とかでなければ多分買えます。一括で。で、機材とかね、コンピュータとかカメラとかこのようなものはもう買ってますけど、そして全部一括で買ってますけど、買えます。はい。でも、あえてね、そこを買わないようにしてるんですよ。それは車とか家の話なんですけど、それはあえて買わないようにしている。で、家とか車とかローンでしか買えないようなものは、それを買ってしまうと自分の純資産ポートフォリオがマイナスになるっていうことを知っているから、だから買わないんです。これも戦略的というかテクニカルな話で、家を買えば自分の資産になるって話はあるんですけど、それは自分は純資産でしか見てないってことです。それは自分が事業をしているからっていうこともあるし、自分の思想的な話になってくるんですけど、家を買うか買わないかっていうのは、だからそこは一旦今日は置いといて、ただ買えるんだけど買えないっていう態度を取ることが、それが心身的な自由につながるってことなんですよ。で、一番最初に話したように、あらゆる購買行動というのは、まず自分が欲しい、want っていうね、その欲しいっていうまず気持ちが出てきて、で、欲みたいなものが出てきて、そこに金銭的な、金額的な側面、私は買えるっていうお金を持っているって条件が重なった時に、物を買うってことになると。で、物を買ったら当然だけど、その一つが増えて、で、それを管理する手間だったり、使う手間だったりとか、そういうものがかかってくると。で、物を減らすことで得られる効果みたいなものに関してはもうたくさんね、このチャンネルで語ってきてますけど、やっぱりこの管理コストっていうのがかかってくるし、で、メンテナンスの費用だったりとか、そして何より、部屋を圧迫する。で、何もない部屋、なるべく床の面積を空けていくことによって掃除も楽になるし、その空間を使って自由に遊ぶことができる。変な遊びばっかり私はしてますけども。そういうわけで減らすことによってその管理コストが減るので、自分の心理的な負担とか、精神的なコストみたいなものも下がるっていうことです。これは測れない部分もなかなかあるし、で、人によっては、全然物をたくさん持っててもストレスなく、楽に暮らせますって人ももちろんいると思います。だから全員に通じることはないを前提にしてもですね、とにかく多くのパターンというか、実証されていることは、減らすとですね、やっぱりそういう負担は確実に減ります。で、楽に生きることができるようになります。そして何より買わないことのいいことは、やっぱりもう実際的な、そのお金が減らないってことですよね。結局自分のキャッシュフローが安定していれば、その中で必要な範囲のものを計算して買う。っていうことはもちろんありだと思います。ただね、でも例えば自分の防衛費とか貯金とかそういうものを取り崩して、最悪その株とかね、積み立ててる株とかそういうものを崩さないと買えないっていうものも出てくると思います。でもそれを買った方がやっぱり自分の生活が向上したり、パフォーマンスが向上したりっていうものは確かにあります。だからそこの見極めは難しいんだけど、でもお金があるとやっぱりね、すぐ買ってしまうじゃないですか。
自分はその買える余裕があるって分かってたりとか、来月これくらいの給与が入ってくるから、もうこれも買えるなっていうふうに計算して、じゃあ今買っちゃおうとかね、例えばクレジットカードで今買っちゃおうとか、そういうことってもういくらでもできるし、で、あらゆる購買行動はそういうふうに起きてると思っていて、それによって経済が回っています。で、実際に企業もそういうふうなアプローチをかけていて、買わなくてもいいようなものをやっぱり売るっていうことに長けてるんですよね。それのスペシャリストたちがたくさんいる。で、それがマーケティングっていう領域だったりするし、プロモーションっていう領域だったりするし、だからいかにそのキャッシュフローを気にせずにお金を使わせるか、消費者に、いかに買わせるか、ということにも注力している。で、そういう情報を私たちは常々見てるし、それで溢れているってことです、この世界は。だから、その自分のキャッシュフローがちょっと厳しくて、何か貯金を取り崩さなければいけないようなタイミングであっても、それを取り崩して、よし、買っちゃおうっていうふうになるんですよね。ただ、よくよく考えてみると、実はそれは、買わなくてもよかったりするものもあるってことです。あとは確実にそれを買ったところで自分の生活とか QOL が向上すると分かっていても、あえて粘ってみるっていうね。ペンディングしてみるっていうこと。先延ばしにしていくってこと。購買を。で、それは今月じゃなくて来月、そしてその3ヶ月後、そして半年、そして1年後みたいな感じで、自分でスパンを決めて、で、あと3ヶ月後も、もし自分がこの買いたいものを欲しいっていう状態であれば、買おうっていうふうに決めてしまう。で、そういう時にカレンダーにも書き込んでしまいます。で、僕はよくそういうやり方をします。例えば2ヶ月後とかに、カレンダーにも実際に入れてしまいます。今欲しいものをね。で、それを欲しいなと思った時に、それを全然買える余力もあると。そういう時にすぐ買わない。で、それを1ヶ月か2ヶ月か自分の中でね、どれくらいいけるだろうかっていうのを試しながら、カレンダーに書き込んでみるんですよ。で、これ1ヶ月でもいいし、2ヶ月でもいいし、で、その季節ものとかだったら、例えば3ヶ月後とかその季節に合わせるとか、そういうやり方でもいいです。とにかくカレンダーに入れてみる。で、カレンダーに入れると、一回ね、忘れることができます。その入れてみたら、もう自分はその購買に対してその意欲っていうのを一回ね、ここで置くってことができるので、仮置きみたいなもんですね。仮キープみたいな感じで自分の中で入れてしまえば、そこでね、一旦その欲望に関するものとか、これ欲しいなっていうね、記憶をね、一旦抑えることができます。抑える効力もあります。そういうわけで一回入れてみると。で、一回入れてみて、それで自分の今の状態で生活していくっていうことは、それだけでゲーム性が生まれます。で、やっぱりその入れることによって、じゃあそこに向かって、あと何ヶ月か、2ヶ月か3ヶ月か、用意スタートで今日から始まります。で、今日から始まって、その中で自分はどういうふうに生きていけるだろうか。あるいは今持っている古いものとかみすぼらしいものをどういうふうに使いこなすことができるだろうかっていうね、そういうゲーム性が生まれてきて、自分のものに対する、そして道具に対する、そのアプローチも変わっていったりとか、なんだこれ全然使えるじゃんとか、これ全く問題ないよねっていうものも出てきます。そうなった時に、2ヶ月後経った時に、その実際買いたかったものが、ふとね、自分のスケジュールに現れてくるわけですけど、そうなった時にもう一度その欲望を喚起されるってことが起こりうるので、もしこれで全然もうこれいらないなって思ったら、その思った瞬間に、その予定入れたカレンダーの予定を削除してください。例えば自分がもうこの新しいコンピューターを買いたいと思った時に、2ヶ月後にコンピューターってね、風に入れて、でも途中でやってみたら、今持っているパソコンでね、PC で全然問題ないということになった時には、その予定をも消してしまう。そしたら、あとね、半年とか1年とか粘ることができます。そうすることによって自分のキャッシュを減らさずに、そして今の自分の持ち物に満足して、無駄な買い物をせずに、買い物の時間も使わずに、で、かつ、それは全然ね、無理はしてないんですよ。買えるけど、買わないものを我慢するっていうのは、それがもうストレスになるんじゃないかって思う人いるんですけど、でも買わない、我慢することをストレスに感じないようなアプローチが取れるんですよね。やり方によっては。だからそれは忘却っていうものが鍵になっていたりするし、で、自分が浮かんできたその欲望を見つめていく。結構マインドフルネスと関わってくるところもあるし、自分の本当購買とかどういうものに対して反応しているのかとか、何を欲しているのかみたいなものをちゃんと見つめる時間を持つっていうことです。そういうことにも関わってくるので、そこをね、ゆっくり着実に進めていけば、そこはストレスにならないんですよ。だから自分は全然我慢はしてないっていう感覚になることができます。だからそこの落としどころを見つけると、毎回何か欲しいものが出てきた時に、そういうふうに買えるんだけど、あえて買わないっていうね、アプローチを取ることができます。で、やっぱりミニマルな生活をしている人とか、本当にクリエイティブを極めている人たちって、結構ね、持ってない人が多いんですよ。で、それはやっぱりみんな、買えるんだけど買わないっていう実践をしているからだと思うんですよね。
で、やっぱり物の選択に集中している。で、自分が欲しいものとか、自分が身の回りに置くものに対して常に意識を払っていると、無駄なものを置かなくなる。で、そうなると、精神的な余裕とか、空間的な余裕が生まれて、自分の制作とか、ものづくりとか、何か書くこととか作ることに対して集中できるようになってきます。例えばリック・オーエンスっていうね、イタリアのファッションデザイナーがいるんですけど、彼の家はね、本当に何もありません。何もないんだけどあるっていう感じなんですよ。で、それは何があるかっていうと、美術品、芸術品とか美術品とか、そして自分に必要な最低限の、生活用品です。ベッドとか服とかね。でも本当それも最小限で、そんだけ売れているトップのファッションデザイナーが何も持っていないってことは、これは買えるんだけど、あえて買わない状態にしているから作れていることなんですよ。で本当にそういう修道院とか修道僧みたいな生活、ライフスタイルの空間を作っていて、それ自体が自分のクリエーションとかクリエイティビティを生み出す根源になっているんですよね。で、僕はそのリック・オーエンスの足元には全然及ばないですけども、このホワイトボックスをそういう風な空間にしていて、あえて買えるんだけど買わない。物を増やさないっていうことをそういう風に実践しながら、心身のバランスを取りながら、ストレスなく生活をしています。そういうことで今日は、あえて買わないことが心身的な余裕を生むっていう話をしてきたんですけど、それでもやっぱり買わなければならないものとか、買った方が自分の生活とか QOL が上がるものっていうのは必ず出てきます。で、それは先ほど話したように、それは2ヶ月とか3ヶ月という期間の見極めの中で、これは買った方が確実に幸せになるとかハッピーになるっていうもの。それは間違いなく出てくると思いますので、そういうものに関してはようやくそこで買うっていう方向に行くっていうこと。で、僕も最近大きなアップデートをしました。自分にとってはかなり大きなアップデートっていうことです。それはもうあまりにも家の持ち物とか道具が変わらないから、僕はもう全然買わないので、そう言ってもよく使う道具のアップデートっていうのは日々毎回してるんですけど、でも固定のラインナップっていうのはほとんど変わんないんですよ。でも今回は固定の自分のラインナップをこっちにスイッチした方が確実に自分の生活が向上して、そして健康になって、そして収益も上がる、事業の収益も上がるっていうものを見つけたので、そのね、リプレイスを近々測ろうと思っています。で、それがどういうものかはまたちょっと動画もタイミング見て作りますので、引き続きお楽しみに。このチャンネルでは少ないもので暮らしながらより作っていくクリエイティブやミニマリズムのアイデアや実践を発信しています。私の全65個の持ち物リストや深掘り記事、そしてライブのアーカイブはコアメンバーシップで公開しています。そちらもチェックしてみてください。そして毎週土曜日には私の近況報告やジャーナルのサマリーを書いたレターを配信してますので、そちらも登録してみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。